こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。今日もまず登場人物の紹介をしたいのですが、この映画には戦艦が4隻も登場し、各々の艦長がいますので、船も一緒に紹介してからあらすじ紹介をしたいと思います。ストーリーは結構単純なので、ざっとのあらすじを紹介し、バルカン星人やサービックについて少し語りたいと思っています。では、カーク船長、ミスター・スポック、ドクター・マッコイ、チャーリー・スコット、加藤、チェコフ、ウーラ、サービック、カークの息子デイビッド、スポークの父親サレク、モロー司令官、グリソム号艦長エステバン、クセルシオール艦長、クリンゴン船猛上号艦長グルーグ、そしてちょっとだけですが今回はジェニーも出てきます。無機質から新たな生命を生み出すジェネシス装置を奪おうとしたカーンとの戦いで、エンタープライズはスポックを失った。エンタープライズは修理をしながら帰路についていた。ほとんどの乗員はすでに他の船に配属されてしまっていた。カークはスポックを失った現実を受け入れることができず、再びセティアルファ、ジェネシス星へ戻ることを希望していた。密輸入船からクリンゴンの女戦士が透明宇宙船猛長号の艦長ギルーグへ、ジェネシス計画の資料が手に入りましたのでお送りしますと報告する。クルーグは部下が許可なく内容を確認したことを許さず、密輸船もろとも破壊した。エンタープライズは修理をしながら一旦宇宙ドックに戻る。宇宙ドックにはエンタープライズの数十倍の大きさを誇る最先端のエクセルシオール号がテスト航海を待っていた。宇宙ドックではジェニーがエンタープライズの帰還を見守ったその時、封鎖されたはずのエンタープライズのスポックの部屋が何者かの侵入を受けたとチェコフが報告する。カークが破壊されたドアから真っ黒なスポックの部屋に入ると、助けてくれ、なぜ私をジェネシスに置き去りにし、とスポックの苦しい声が聞こえる。声の主をカークが捕まえると、それはドクター・マッコイだった。しかしマッコイは常軌を逸した形相で、セレアさんへ連れて帰ってくれと訴える。セレア山はバルカン星にある聖地だ。そのままマッコイは気を失い、そこへモロー艦隊司令官が査察に訪れ、チャーリーにエクセルシオールへの配置を告げる。連邦評議会は地球20年のエンタープライズの再改装を視野には入れていなかった。しかもジェネシスへ戻りたいというカークの要請も却下され、ジェネシスにまつわる話は一切口外してはならないと命じられる。かたやクリンゴン戦艦猛長号ではジェネシスの資料を見て、ジェネシスの力を解明すれば究極の力を手に入れられると思い込む。エステバン艦長が指揮する調査船グリソム号がジェネシスに到着する。カークの息子デイビッドとサービック隊員も乗船していた。二人が惑星上をスキャンすると、狭い地域の中にあらゆる機構が存在しており、スポックの棺も探知。しかもジェネシスには動物は存在しないはずなのに生命体反応が検知された。デイビッドとサービックは確認のため上陸を行う。自宅で休養しているマッコイを除いてエンタープライズの乗員たちがカークの自宅を訪れていた。そこへやってきたのはスポックの父親サレック大使だ。サレックはカークに、君は息子の将来を捨て去った。死んだのは肉体だけだという。バルカン人は肉体が死んでも生きた魂カトラを託すはずだというのだ。しかしサレックがカークに精神融合を試みても、そこにスポックのカトラはなかった。二人がフライトレコーダーで確認すると、スポックがマッコイに魂を預けたことがわかる。二つの魂を持って苦しむマッコイとスポックの体をバルカンのセレア山に連れて行く必要があった。一方、ジェネシスではデイビッドとサービックが惑星上に転送される。生命体反応の正体はスポックのカプセルに付着した微生物が巨大化したものだったが、
スポックの遺体があるはずのカプセルを開けてみると、そこにはスポックのローブしかなかった。その時ジェネシスには気候変動の兆候が現れたように思われたが、離れたところから生き物の叫び声が聞こえてくる。二人はその声を追う。モロー艦隊司令官にカークはジェネシスに戻る要請を行うが、反応は悪い。カークは要請に固執しないところを見せて、早々に加藤とチェコフと共に行動に移る。マッコイもまた単独でジェネシス密航を企て、バーで売人と言い争いになる。それを止めた連邦公安委員に思わずバルカンネックを試みるマッコイ。もちろん公安委員はびくともしない。病院へ移送予定のマッコイをカークが面会に訪れる。加藤も後から訪れて、瞬く間にマッコイの奪還に成功。ウーラにエンタープライズに転送してもらう。エンタープライズではすでにチャーリーとチェコフが出航準備を整えていた。艦隊司令部がこの事態に気づき、エクセルシオールに急報、追跡を開始しようとする。チャーリーが何とか宇宙ドックの入り口を開けることに成功。ドアをすり抜けたエンタープライズを追うエクセルシオール。ワープしようとしたエクセルシオールはパワーダウン。複雑な機械ほど故障させるのは簡単。と、チャーリーはエクセルシオールのエンジンの部品をマッコイに渡す。一方、ジェネシスでは、デイビッドとサービックが足跡と叫び声を追って吹雪の中で震える10歳ぐらいの少年に、スポックのロープを着せる。耳の形からして少年は明らかにマルカン人だ。エステバン艦長は3人を収容する許可を請う連絡を艦隊司令部にしようとするが、現れたクリンゴン艦にあっけなく爆破される。発射は命じたが、全滅させろとは言っていないと激怒したクルーグ艦長に、狙撃手は抹殺される。これが欲しいなら惑星上に残っています。グリソム号の悲劇に気づいたサービックは、ジェネシスも失敗なのではないかとデイビッドに迫る。デイビッドは不安定で使用を禁じられているプロトマターを動力源に使ったことを明かす。ジェネシスに夜が訪れ、惑星の成長もスポックの成長も早すぎるというサービック。デイビッドはジェネシスの寿命が数日から数時間後だという。スポックに狂気の生殖期間が訪れる。アモブタイムだ。得体の知れない自分の変化に震えるスポック。私を信じて。とサービックは言い、二人は手の指を重ねる。ジェネシスに近づくエンタープライズ。透明シールドを張るクリンゴン船。夜が明けたジェネシスでは、眠っているサービックたちをクルーグが捕らえる。カークのグリソム号への通信は、サービックたちの耳に届く。船に戻るクルーグ。カークたちは透明シールドに気づき、光子魚雷の先行攻撃がクリンゴン船に命中。しかし反撃に遭い交戦不能に。カークは無条件降伏を申し入れるが、クリューグはサービックたちの命を盾に降伏を求める。証明として、俺を一人殺せ。とクルーグは言う。ナイフを抜いたクリンゴン兵はサービックの背後に回るが、デイビッドが飛びかかる。デイビッドがクリンゴン人にかなうわけがなくあっけなく殺されてしまう。サービックからの息子の死の報告にカークは立っていられなくなるが、残りの2名を救うために全面降伏を受け入れ、乗員に知らせるための時間を要求する。モージョー号の乗員は12名、エンタープライズにはたった5名しかいないことをクリンゴンは知らない。クリンゴン占領軍はたった6名だが、カークはエンタープライズの自爆をプログラム。ジェネシスに転送。入れ替わりにクリンゴン兵は無人のエンタープライズに転送されてくる。クルーグはエンタープライズの自爆に気づくが、6名のクリンゴン兵もろともエンタープライズは自爆する。炎に包まれ、明けの空をジェネシスに向かって燃え尽きるエンタープライズを、カークたちは見上げながら、私のしたことは正しいのだろうか。とカーク。ジェネシスは急速に変化を続け、雷鳴のもとにいるサービックの目の前で、スポックも自分の体の変化に苦しんでいた。ジェネシスには地殻変動が起き、スポックの容姿も急激に変化し始める。生命反応を求めてたどり着いたカークが
クリンゴン兵を射殺し、デイビッドの亡骸に上着をかけた。サービックは、スポックの成長はジェネシスに同調しているので、早く連れ出さないといけない。という。カークはクリンゴンの通信機を取り、ジェネシスの秘密はここに持っているから我々を転送しろ。という。クルーグは返答せず、自ら一人でジェネシスに転送されてくる。カークとスポック以外は盲腸号に捕虜として転送収容された。スポックを先に転送しないとジェネシスの秘密は話さない。というカークとクルーグは取っ組み合いになる。力ではカークは到底クリンゴン人にかなうわけがないのだが、クルーグの足元の崖が崩れる。カークは手を差し伸べるが、クルーグがカークの足首を掴んで引きずり落とそうとしたため、カークはクルーグを燃える奈落へ蹴落とした。カークが姿を取り戻したスポックを抱きかかえ、クルーグを偽って盲腸号に転送収容されると、たった一人生き残った転送係のクリンゴン兵はあっさり降伏した。盲腸号はエンジン全開で崩壊するジェネシスを脱出。全速でバルカン星へ向かう。バルカン星にはすでにウーラがサレック大使のもとを訪れており、カークたちを出迎える。そしてサレックはアルトアポンの儀式を願う。父親の息子への思いは非論理的なものであることをお許しください。とサレックは言う。マッコイもまた危険性があることを承知でアルトアポンの儀式に挑む。長い儀式を終え、マッコイは無事スポックの魂から解放された。サレックはカークに感謝する。船とデイビッドを失ったが、それでもカークは自分の魂も救われたという。斎場から立ち去ろうとするスポックは足を止め、ローブを外してクルーたちのもとにゆっくりと引き返し、カークと言葉を交わす。父が言っていた。友達が私を救ってくれたと。でも、どうして一人の幸せが多数の幸せより重要だった。と答えるカーク。スポックは記憶が少しずつ馴染んでいるようだ。クルーたちはスポックを取り囲む。はい。多数のためには犠牲は厭えないのが論理的というスポックに対し、カークは少数の幸せが多数に勝ることもあると言います。これはスタートレックの宗教的なところです。多数の幸せといえど、少数を犠牲にしてはいけないんです。個々人の幸せを大事にしてこそ、共存共栄の論理が成立するんですよね。そして、サレックの父親としての思いは理論的でなくても当然というセリフもいいですよね。この映画の制作脚本は初期のテレビシリーズから関わっていたハーブ・ベネットなので、トレッキーのかゆいところに手の届くような作品になっています。そしてこの映画に先んじてレナード・ニマイさんより今度監督をしますのでよろしくお願いしますとのお便りもいただいた思い出深い作品です。オリジナルスタートレックファンにはすぐわかることが慣れない方にはわからないと思いますので、今日は少し説明したいと思います。バルカンネックアタックをドクター・マッカイがしようとしています。バルカン人は地球人に比べて力が強いので、頸動脈をつかむことによって人類を気絶させることができます。これはオリジナルシーズン中、頻繁に出てくるスポークの得意技なので、トレッキーにとっては当たり前になっています。ザ・モーションピクチャーの時も出てきますよね。今回はスポックの精神が宿ってしまったドクター・マコイがその仕草をするのはネックアタックを知らない人たちにはちょっとピンとこないので、トレッキーじゃなかったら意味がわからないですよね。これがそのシーンです。そして精神融合、これもオリジナルシーズン中スポックが時々行っていたことです。この映画ではサレックが心を読ませてくれとカークに頼んでいるので、
トレッキーでなくてもなんとなくバルカン人のこのような能力については計り知ることができます。バルカン人は人類にはない体力と神秘的な力、そして太古より伝わる風習を持っています。ポンファーもその一つです。いわゆる生殖に関わる盛りの時期です。普段倫理で精神をコントロールしていても、7年に一度バルカン人男性はポンファーを逃れることができません。バルカン人男性は7年ごとに逆らえない生殖欲求に駆られて、生命の危険にもさらされるという生態を持っています。オリジナルエピソードの中でスポックは、私は半分地球人の母の血が流れているので、この生態から逃れられればいいと思ってきました。と言っています。スポックは妻プリンをめぐってカークと死闘を行ったのです。この戦いをカリファーと言います。しかしプリンは自分の新しい恋人ストーンではなく、スポックの友人カークを生殖闘争に巻き込み、そんな妻プリンに対するスポックの恋愛感情は消え失せたという結末でした。宇宙を飛び交うスポックの妻でいるよりも、地元の青年と結ばれたいというプリンの策略が実るというエピソードでした。さて、この映画の中で急激に成長するスポックは、この狂気に満ちたポンファーに襲われます。それを抑えるためにサービックは手を差し伸べます。私は前作のカーンの逆襲のケイスティ・アレイを演じるサービックの方が美形で好きなんですが、今回のロビン・カーチス演じるサービックの方がよりバルカン人っぽい顔立ちをしているように思います。サービックとスポックの2人の仲がどこまで進んだのかは視聴者さんの想像にお任せするところですが、急激に起こったやり場のない恋愛感情の暴走に苦しむスポックを落ち着かせるために、サービックは尽力した設定になっています。お互いの手を指で這わせるのは、サービック演じるロビン・カーチスが撮影現場で不意にやったことのようです。それから余計な一言ですが、本来バルカン女性は S で始まらず T で始まる名前のはずなんですよね。サービックは女性なのに男性の S で始まる名前で、ちょっとトレッキーにとってはこちらが不服です。この後、2人のサービックの養子遍歴を最後にご紹介します。ロビン・カーチスはロミラン人の役もしている人ですが、今は普通のおばさんですね。ケイスティ・アレンは最高に美しい人と思っていたので、その後太ったりしてあまりに美しいと思った人の変貌なので、ちょっと私はショックです。それでは本日もご視聴ありがとうございます。よろしかったらスタートレックファンクラブ in Japan のブログも覗いてくださいね。このチャンネルでは便利グッズや商品紹介、その一環として魔界のガローとスタートレックを中心に各種映画やテレビドラマ、タレントのビフォーアフター、健康医療やたまにはコスメコレクションや歌動画を配信しています。スタートレックの絵画もご紹介しています。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見、ご要望、ご感想をコメントください。ではこの後ロビン・カーチスとケイスティ・アレンの変貌をお楽しみください。ではまたね。長寿と繁栄を。バイバイ。
出てくる話は2シーズン目になります。2シーズン目、日本では39話になります。惑星オリオンの侵略になります。エンタープライズに惑星コリード問題の討議のための最後の代表団としてバルカンの宇宙艇が到着したんですよね。でその中にサレック大使と奥様が乗っていたんですけど、これがスポックのご両親だったっていうわけですね。でドクター・マコイがスポックは子供の頃どんな子だったんですかって聞きましたら、お母様はテデビアを可愛がってたっていうふうにお話になって、その話を聞いてマコイがテデビアってすごい大喜びしてしまうんですけれど、バルカンのテデビアというのは生きたクマのペットなんですけど、巨大なんですよね。相当大きい、人間よりでかいぐらいの、いわゆるコアラみたいなもんですけど、コアラよりでかいようなクマをバルカンではテデビアって言うんですけど、それをスポックが可愛がってたっていうことなんですよね。で惑星コリード問題で協議をすることになったんですけど、スポックとサレックはこの時確執があったんですよね。ジェネライト人のガブ大使とサレク大使がちょっと争ってたんですけど、首を折られてガブ大使が殺されたんですよね。でその殺し方っていうのがバルカン地の処刑の方法と一緒だったので、もちろんサレク大使が疑われるんですけど、その時にサレク大使は心臓病の発作を起こしていたので、人を殺せるわけがないっていう話で病気がバレてしまったような感じになってしまったんですね。サレク大使緊急手術必要とするんですが、手術のためにスポークの血が必要になってくるんですけれど、カーク船長もアドリアーゼに襲われてしまってですね、瀕死状態になるんですよ。でそうするとスポックとしては任務優先になってしまって、手術どころじゃない船の指揮を取らなきゃいけないということになるんですが、カーク船長は無理して、もう大丈夫だから君は手術のために輸血に行きなさいみたいな感じになるんです。実はこの話の中でオリオン星人がアドリア人に化けていたっていう結末で無事手術が成功するんですけど、お母さんはもう任務っていうよりお父さんの命を助けてくださいみたいになるんですけど、一命を取りためたことでサレックもスポックもお互いに論理的なことを行っただけだ、平和裏に仲直りをしちゃったっていうような話でした。はい、本日のおまけでした。You get to hear me now.